ご視聴ありがとうございます。KK です。今回はフィルバート筆を使い、桜の花を描いていきたいと思います。筆にピンクを取り、筆先に白をつけます。桜の花びらは先が割れているので、2回のストロークで描いていきます。1回目はコンマストロークを描くように、2回目は1回目のコンマストロークに沿うようにストロークしていきます。上向きの花びらは最初が S ストロークのように、2回目はそれに沿うようにストロークしていきます。右側の花びらも上向きに描くので、最初が S ストローク、次にそれに沿うようにストロークします。短い花びらを描くときは、その長さに気をつけてストロークしていきましょう。逆側も左右対称になるように花びらを描くと良いと思います。花びらの一部が翻ったように見える描き方です。まず1枚の花びらを描きます。次に丸筆で翻った部分を描いていきます。筆全体にピンクの絵の具を取ります。そして筆の片側だけに白い絵の具を取ります。手前に引っ張るようにして取ると取りやすいと思います。花びらの内側に白い部分が来るようにして筆を動かします。幅を持たせたいところを強く押し、あとは力を抜きながらスッと引きます。慣れないと少し難しいので、何回か練習すると良いと思います。花びらに沿わすように筆の押し方を弱く強く弱く。筆につける絵の具のつけ方も大切です。ピンクは全体に、白は片側だけにつけることを意識しましょう。そして筆へのプレッシャーは弱く強く弱くです。次に花びらの先が手前に持ち上がった描き方を説明します。大切なことは、一番最初に描くときに花びらの先を平らにすることです。そして中心に向かってストロークします。花びらの先が持ち上がった部分は丸筆を使います。先ほどと同じ絵の具の付け方です。ピンクを筆全体に取り、白を片側だけにつけます。花びらの先が2つに割れているので、2山描きます。筆の白い部分が上になるようにします。筆へのプレッシャーは最初強く、そして弱く強く、最後にまた弱めます。透けた感じの花びらについて説明します。ニスと絵の具を筆に交互に取り、花びらを描きます。描き方は先ほどの花びらと同じです。乾いてくると下の黒の色が透けて見え、影のあるような花びらになります。絵を描くときにポイントとしてこのような花を描いても良いのではないでしょうか。基本の花びら、翻った花びら、透けた花びらを練習しました。次に桜の花の形を考えてみたいと思います。まず正面を向いた桜の花です。円の中心から円周に向かって同じ大きさの花びらが並びます。次に
斜め上を向いた桜です。円の下の部分をカットした楕円形を作ります。そして中心の部分は変えずにそこから花びらを描いていきます。上3枚は先ほど描いた正面の桜の花びらと同じ大きさになります。下の2枚の花びらが楕円形の線のところまでの長さになります。斜め上を向いた桜の花が描けました。さらに上向きの桜を描いていきます。楕円形の縦の長さを短くしていきます。中心の点は変わりません。中心の点から上の3枚の花びらを描きます。正面を向いた桜の花びらと同じです。下の2枚の花びらは中心の点から楕円の円周のところまで線を引きます。そして花びらの先が持ち上がった部分を楕円の円周に合わせて描きます。最後に横から見た桜の花について説明します。円の上の方に細長い楕円形を描きます。円の中心の点から楕円形に向かってカップのような形を描きます。中心の花びらは今までと同じです。両脇の花びらはカップの内側に収まるように描きます。手前の花びらは楕円形の下のラインに合わせるようにして描いていきます。4方向の桜の花が描けました。実際に筆で描いていきましょう。先ほど説明した花びらを組み合わせていきます。正面を向いた桜は同じ大きさの花びらを5枚描きます。コンマストローク、S ストロークを組み合わせた花びらです。斜め上を向いた桜です。左右の花びらが上向きに見えるように描きましょう。下の2枚の花びらが楕円形の円の中に入るように描くことが大切です。さらに上を向いた桜の花です。花びらの先が持ち上がっているように見えるように描くところがポイントです。楕円形の中に収まるように描くと形がうまく取れると思います。丸筆を使い絵の具の付け方に気をつけ描いていきます。持ち上がった部分は手前に来ているので花びらよりやや大きく描くと良いと思います。最後に横から見た桜の花です。奥の花びらはカップの中に合うように描きます。手前の花びらは楕円形の下のラインに合わせて描きます。奥の花びらとコントラストをつけるためやや白を強調した花びらを描くと良いと思います。両脇の花びらに折り返した部分を作ると花びらが連続しているように見え良いと思います。白い色が弱い場合は後からさらに重ねましょう。桜の中心の部分を描いていきます。おしべ、めしべに当たる部分はライナー筆で描いていきます。花粉はライナー筆の先でのせるように点を打ちました。つぼみはフィルバート筆の短いストロークで描きます。花びらは2回のストロークで描きます。ニスをつけた筆で描いた花びらも透けた感じになり、絵に変化をもたらすことができると思います。萼や茎の部分は丸筆で描きました。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではトールペイントのテクニックを紹介していこうと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。
感想やリクエストなどございましたらコメント欄で伝えていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。